今回のテーマは、ブルーインパルスのリモート展示について。全国各地の大きなイベントなどで、飛行場ではない場所にもブルーインパルスが飛んできてくれて、華やかな航空ショーを見せてくれることを、リモート展示と言いますが、一体、どうやって、普段とは全く違う場所での飛行を成功させているのでしょう。どこから飛んでくるのか、どんな飛行を見せてくれるのか、どうやって計画しているのか。今回は、リモート展示について、その魅力や苦労を徹底解説します。1時間目、どこから飛んでくるの？ブルーインパルスは、リモート展示の時、イベント会場に近い飛行場から飛んできます。以前は、主に航空自衛隊の基地を使っていましたが、今は燃料の規格が旅客機と共通のものに変わったこともあり、広島空港や奄美空港など、普通の空港も使うようになってきました。航空自衛隊の基地は全国にあるとはいえ、イベント会場までとても遠いこともありました。民間空港も使えるようになれば、これまで行けなかった場所のイベントでも飛べるようになるかもしれませんね。2時間目、リモート展示では、どんな飛行が見られるの？ブルーインパルスは、航空法の定める曲技飛行を飛行場でしかやらないため、民間イベントのリモート展示では、アクロバットを見られないことが多いです。それでも、変態連携軌道飛行というアクロバットと区別がつかないほどダイナミックな飛行を見せてくれるので、会場は大きな歓声に包まれます。式典開会式などの場合は、決まったタイミングぴったりに変態で通過する妙技を見られることもあります。展示飛行の内容もさることながら、見慣れた飛行場とは全く違う市街地の上空や、風光明媚な美しい景色の中を悠々と飛ぶ姿を見られることも大きな魅力で、ベテランのファンにも大人気です。リモート展示でも、会場が飛行場であれば、アクロバット飛行をやります。離着陸が見られない代わりに、ショーの最後は、一機ずつご挨拶していくなど、見どころたっぷりです。航空自衛隊の基地でも、静岡県の静浜基地や山口県の防府北基地は、プロペラ練習機のとても小さな飛行場のため、航空祭では、他の基地からのリモート展示でアクロバット飛行をやっています。そして、もう一つ、とても珍しいシーンを見られる場合があります。それは、予備の燃料タンクを翼の下にぶら下げてのアクロバット飛行です。予備タンクは空気抵抗が増え、重量も重くなるため、普段はつけていません。しかし、リモート展示では、離れた場所から飛んでくるので、飛べる距離を伸ばすための予備タンクをつけていることが多いのです。アクロバットをやるのは飛行場だけなので、リモート展示で会場が遠くの飛行場であるという限られた条件が揃った時にのみ見られる大変レアなケースです。邪魔になる予備タンクをつけても、しっかりとアクロバット飛行ができる T4 練習機の性能の高さを知ることができますね。3時間目、慣れない場所でも上手に飛べるの？リモート展示は飛び慣れた自衛隊基地ではなく、初めて見る場所というのが普通です。そのため、とても多くの準備や工夫をしています。まず、どのイベントに出演するかは、空爆広報室という航空自衛隊の広報を管理している部門が決めます。そのイベントで飛ぶことで、どれだけ大きな広報効果を得られるか、といった基準で選ばれるようです。飛ぶイベントが決まると、次はブルーインパルスがどのように飛ぶかを考えます。現地へ出向き、イベント主催者との打ち合わせや会場の下見をして情報を収集します。そして、飛行班長を中心に展示飛行の内容を組み立てていきます。その時、考えなければいけないことがたくさんあります。どんなイベントで、その中では、どんな飛行を見せれば、お客さんに一番喜んでもらえて、航空自衛隊の凄さを感じてもらえるか。例えば、富山のチューリップフェアでは、花にまつわるイベントのため、展示飛行にも、桜など花をテーマにした科目を入れました。次に、イベントの中で、自分たちの持ち時間はどれぐらいか。どこの飛行場から、どういうルートで飛んでいけばいいか。そのために、燃料はどれぐらい使うのか。また、会場の周辺は、どんな地形で、高いビルや山など障害物があるときはどうするか。
そういうたくさんの条件がある中、安全で魅力を最大限に引き出せる飛行計画を綿密に作り上げていきます。他にも、待機するための場所を決めたり、会場付近の空を管理している航空局に、最低高度や最高速度の申請もするなど、やることが山ほどあります。イベント前日には、会場の上空で事前訓練を行います。ショーと同じメニューで飛ぶことが多いですが、お天気が悪くて飛びにくい時でも、少ない機数で地形などの確認飛行をします。なお、リモート展示でも、会場には地上から指揮する地上統制官やナレーター、広報活動をするメンバーが出向いています。当日も気をつけることがたくさんあります。現地のお天気が良くても、離着陸する飛行場や移動途中のお天気が悪いと、予定通り飛んでこられないかもしれません。会場の上空まで飛んできても、もし雲が厚かったら、雲の下へ降りてこられないかもしれません。そのため、時間に余裕を持って離陸し、事前に決めた場所で周回しながら待機します。そして、いよいよ時間が来ると、会場へブルーインパルスが姿を見せ、航空ショーが始まります。航空自衛隊に馴染みのない地域で飛ぶことが多いため、初めてブルーインパルスを発見したお客さんの歓声はとても大きく、会場の興奮は最初から最高潮です。無事に航空ショーが始まっても、まだまだ気を抜けません。普段、ブルーインパルスが飛ばない地域なので、思わぬアクシデントが発生するかもしれません。常に、空と地上で連絡を取り合い、計画通り安全に飛べるように、細心の注意を払いながら展示飛行を進めます。飛んでいる間に、飛行場側の天気が悪くなって、着陸できなくなるかもしれないので、予備の飛行場まで飛んでいける燃料を残しておく必要もあるなど、普通の飛行場での航空ショーとは全く違うことにたくさん気をつけなければいけないのです。綺麗な景色の中を気持ちよく飛ぶブルーインパルスを見ながら、こうした背景に思いを馳せてみると、また違った魅力を感じることができるかもしれませんね。次回は、少しブルーインパルスの雑談をしましょう。